皆さんこんばんは、おやかなです。今日は Getting Ready with Me の友達とランチ編でございます。で、インスタでみんなから募集した友情に関する質問や、あとはメイクやファッションに関する質問に答えながら準備していきたいと思います。まずはスキンケアから。最初のアイテムはエッセンスローションヌメロ&シャネル。ヌメロ&シャネルから新しい美容液ローションが登場しました。とろみのあるテクスチャーでスルスルと馴染んでいくのにしっかりと肌を保湿してくれて、夏の強い日差しやエアコンなどによる乾燥から肌を守ってくれます。次はアイクリームヌメロ&シャネル。プルプルっとしたクリームがスッと伸びてふっくらとした目元を演出してくれます。次はセラムヌメロ&シャネル。高い保湿力でツヤ感と張り感を出してくれて、キメの整った肌の印象にしてくれます。スッと馴染んでちゃんと保湿するのにさらっと仕上がってくれるところが好きです。次はクリームヌメロ&シャネル。まるでジェルのようなテクスチャーでありながらクリームの保湿力を持っていて、肌をしっとりさせてくれながらもさらっとした仕上がりなので、夏の季節にぴったりのクリームです。最後は日焼け止めです。この日焼け止めは本当に白くなりづらくて、つけ心地も軽いのにしっかりと日差しから肌を守ってくれます。はい、スキンケアと日焼け止めが終わりました。で、ここからファンデーション塗っていきます。ファンデーションはこちら、フルイドファンデーションヌメロ&シャネル。私の色は B の30番です。で、今回筆がこちらです。前回の筆と違うんだけど、今回昼間のデートということで、よりナチュラルな肌感にねしていきたいと思ってこのブラシを選びました。ファンで塗りながらみんなの質問に答えていきたいんだけど、ランチだと太陽光で明るいですが肌をきれいに見せるにはどうしたらいいですか？はい、これはねもうね厚塗り厳禁。ファンデーションは本当に特に昼間だと厚塗り感ですごいね顔ものっぺりするし、逆に肌があんまり綺麗に見えないので、薄く綺麗にファンデーション塗るのが本当に大事だと思う。このファンデーションはカバー力がちゃんとあるんだけど、でもすごく薄付きで肌に均一感を出して綺麗にしてくれつつ、フィット感もちゃんとあるから崩れにくいし、あとはこのちょうどいいなんかこのツヤ感、あんまりこうツヤツヤしすぎてるファンデーションだと特に夏は崩れやすいから、これぐらいのセミマットな感じでフィット感があるものがおすすめです。こんな感じでもうベースはいいかなと思ってるんだけど、まだねこのファンデーションこんなに残ってて、本当にちょっとですっごい肌綺麗にしてくれるからおすすめのファンデーションです。ファンデが終わったら次お粉していきます。前のデートの時は本当にこの最後にねこういう崩れたくないとこだけお粉するって感じだったんだけど、夏でやっぱりすごく汗もかくしメイク崩れやすい季節だから、あと昼間出かけるから、今回はお顔全体にお粉を塗っていきます。ただこうバン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 みたいな感じじゃなくて、ブラシでちゃんとブラシで必要な分だけお粉をしていきます。次の質問ね。メイクが苦手でいつも嫌になって諦めます。メイクが上手にできるアドバイスをいただきたいです。かわいい。私もこういう時あった。メイクってね難しいからね、慣れるまでね。だからやっぱり何でもそうだけど練習あるのみだと思うの。出かける時だけメイクするんじゃなくて、お家で一人でいる時にメイクの練習するのがすごい大事だと思う。闇練を一人でねするのがいいと思ってて、私も仕事が終わった後にお家帰ってきてもうメイクしてるから、そっからこういうのどうかな、ああいうのどうかなみたいな練習をしたりとか、練習したらね絶対上手くなるから。であとやっていくうちに自分の顔のこう特性とかも分かってきて、あ、自分の顔だったらこういう風にするのがいいんだ、自分の顔だったらこういう風にするとこういう風に見えるんだとかっていう、もう研究するのが本当大事だと思うので、あとは今さ YouTube でさメイクのチュートリアルとかもいっぱいあるから、そういうのとか見て、あ、こういうテクニックあるんだ、これトライしてみようって言ってトライしてみて、自分に合うものと合わないものっていうのを分けていきながら、取り入れるものは取り入れて取り入れないものは取り入れないっていう風にするのがいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでフェイスパウダー終了しました。塗る時もねこうなんていうの、ちょっとだけつけて
ガシガシガシってやるんじゃなくて、もうサンサンってサンサンってやってあげて、本当に必要最低限のお粉をつける感じがいいと思います。でベースが終わったら次眉毛に行きます。まずは眉毛スクリューブラシで眉毛を上にブラッシングしていきます。これ大事なステップですよ。次に眉マスカラ。私はこの透明の眉マスカラを使ってます。この透明マスカラね、めっちゃ優秀なんだよね。ちょうどいいのよ。でアイブロウパレットで眉毛描いていくんだけど、このね毛抜きスクリューブラシ2種類が入ったこの眉毛バッチリセットのパレットを使っていきます。次の質問。個性を生かしたメイクをしたいけど結局ないものねだりしたメイクをしてしまうジレンマ。わかるよ。すごくいい質問ですね。質問っていうか、なんかこうお悩みというか、すごい素敵なことだと思ってて、その個性を生かしたいって思ってるところも素敵だし、でもそれでもないものねだりしてる自分もちゃんと受け止めてて、すごい素敵だなと思ったんですけど、これはねすごいわかる。私も若い時すごいそうだった。高校生の時とか、なんか流行ってるものをすごい取り入れたくていろいろやってみたりしてたんだけど、私が高校生ぐらいの時は細い眉毛が流行ってたので、自分のもじゃもじゃしてる眉毛もすごい嫌で、そこ細くしたりしてみたり、あとはリップもね、唇が薄い子がすごい可愛いと思ってたの、私が。だから自分のリップが全然好きになれなくて、こう薄く見えるようなリップの塗り方したりしてたんだけど、大人になるにつれてどんどんそういうのって減ってくるんじゃないかなって私は思ってて、私は減ってきたんですけど、流行ってるものが決して自分が似合うものではないっていうのが分かってくるというか、それはメイクだけじゃなくてファッションもそうなんだけど、もちろん流行りに乗りたいからさ、試すこともいっぱいしてきたし、でも結局似合わないなって言って、なんかこう落ち着かなくなって心地悪くなったりすることって私いっぱいあったんですけど、今はその個性をアピールポイントまで持ってけてないけど、なんかそれにこうどんどん馴染んでいくことで、それが私のチャームポイントなんだって思うことができる日が来ると思うのね。だから自分のその個性を生かしたメイクをした自分をもっといっぱい見てあげることが大事かなと思っていて、なんで外に出るときはまだこうないものねだりしたメイクになっちゃうかもしれないけど、さっきの練習するのと一緒で、家で自分で一人でいるときとかはその自分の個性を最大限に生かしたメイクをいっぱいしてみるのがいいんじゃないかなと思う。そうするともっとそれがどんどんよく思えてくるし、もっとどんどんその個性を生かしたメイクも上手になってくるから、もっと自信がついてくるんじゃないかなと思うので、そういうのがいいんじゃないかなって思います。はい、眉毛こんな感じでアイブロウパレットで描けました。で最後にもう一回ね、この眉毛ジェルでもう一回眉毛を上に逆立てますっていうか、ブラッシングします。私眉毛上がってる方が好きなので、ワシャワシャさせたいのでこれで仕上げていきます。次はシェーディングしていきます。でデートの時はシェーディングしなかったの。なんでかっていうと、こうちょっとキュートでセクシーな感じにしたかったので、あんまりこう強くなりすぎたくなかったから。だけど女友達とランチにしに行くんだったら、ちょっとクールでかっこいい女性になりたいということでシェーディングしていきます。でこのフェイスパウダーを使っていきます。次の質問。デートよりも友達とのお出かけの方が気合入りませんか？わかります。気合が入る、両方とも気合が入るんだけど、なんかベクトルがちょっと違うというか、友達と出かける時の方がいろいろ試したくなるし、なんかメイクもちょっと冒険してみたくなったりとか、ファッションとかも冒険してみたくなったりとかするから、ワクワクが友達とのお出かけの時の方が多いかなって私も思う。こういうご意見の人ね、結構 Q&A の箱書いてくれた人多かったです。でシェーディングはこのってやった時のこのラインと、あと顎下もしっかり入れて、であとね、このおでこのヘアラインのところも入れて、顔をキュッと
締めていきます。はい、こんな感じです。わかるかな？わかるよね。全然この顔の締まり方が違うと思うんだけど、シェーディングってやっぱね、全然違う、大事だよね。次はビューラーをしていきます。で、私はそんなにギュンギュンに上がったまつげが好きじゃないんですよ。自分の二重の幅との関係とかもあるんだけど、あんまりなんかビャンってなってるのそんなにおしゃれじゃないと思ってるので、好みの問題なんだけど、なのでビューラーは程よく上げていきます。次マスカラ塗ってきます。すごいマスカラが出たの。見ててはいはい、美しい、気持ちいい。しかもこのねブラシでね見てほしいんだけど、見えるかな？はい、こんな感じですごいね細かいブラシでまつげ細かいのもしっかり拾ってくれて、なおかつすごいエレガントなつき方してくれるので大好き、このマスカラ。次の質問です。誘うか誘われるかどちらが多いですか？私はめったに誘われないですが、自分からは気軽に誘えません。わかるよ。私もそんなに自分からあんまり誘う派じゃなかったんだけど、でもね誘われるとすごい嬉しくないですか？私誘ってもらえるとすごい嬉しくて、だからなんか誘われた時に嬉しいから私も誘いたいなって思うようになりました。大人になるとさ、なんか忙しいかなとかこう気使っちゃったりとか、私とかはなんか私のために時間を取ってもらうなんてって思っちゃうこととかもあって、結構誘えないことが多かったんだけど、忙しかったら忙しいって言ってくれるし、行けない時は行けないって言ってくれるから、誘う分にはいいじゃんと思って誘うようにしてます。で、自分が誘うようになると誘われるようにもなるので、もしなんか会いたい人とかいるんだったらこうシャイにならずに誘うのがいいんじゃないかなと思う。はい、まつげ終わりました。このマスカラすっごい綺麗。さすが。なんか黒の色がこのマスカラちょっと特別で、なんかマスカラ塗っただけですごく目元にムードが出る黒色をしてるの、他のマスカラの黒とはちょっと違う感じがしてすごく好きです、このマスカラ。次アイシャドウを塗っていきます。キャトルオンブルの352番、この色を塗っていきます。次の質問、アイシャドウの加減が分からず濃くなってしまうのですが、程よく塗る方法はありますか？はい、これはもう絶対ブラシ、ブラシを使ってください。付属のチップとかブラシとかすごい最近のものは質がよくできてるんだけど、やっぱりこういうちゃんとしたブラシには勝てないので、アイシャドウをきれいに塗りたいんだったら絶対にこういうちゃんとしたアイシャドウブラシを使ってください。で、もう一個大事だと思ってるのが、大きい鏡でメイクするっていうのがすっごい大事だと思っていて、やっぱこういうちっちゃい鏡でこうやって見ていっぱい塗っちゃう人とかいると思うんですけど、大きい鏡で見た方がバランスとかは本当に確認しやすいです。で、濃くなりすぎちゃってる時とかもすぐわかるし、眉毛描く時も絶対大きい鏡がいいと思うし、バランス見るために。なので大きい鏡でメイクをしてほしいです。で、昼間とか朝とかメイクするんだったらちゃんと自然光が入るところでメイクするのもすごい大事だと思っていて、夜とかメイクするんだったらちゃんと明るさがあるところで、できれば黄色いライトよりは自然光に近い白っぽいライトの方が色味とかが分かっていいと思います。はい、アイシャドウできました。わかるかな？すっごい色なんだよね。なんかピンクっぽく見えるんだが、でもブラウン、ベージュも一緒に混ざったような色ですっごいおしゃれで可愛い色だと思うんですけど、アイシャドウが終わったら次はチークに移っていきます。チークどうしようかな。今日すごい迷ってるんだよね。昼間だとこのヘルシーピンクがすっごい可愛くて、よく私は昼間使ってるんですけど、ちょっとクールな印象にしたいからこっちのバイタルベージュもすごいいいなと思ってて、バイタルベージュがこのアイシャドウとすごい合いそうな気がするんだけど、でもちょっとやりすぎちゃいそうかもと思っ
ってナチュラルなヘルシーピンクにしようかな。こっちにしよう。次の質問。かなちゃんは友達と会うとなったらお茶や買い物何をすることが多いですか？はい、私は友達と会うときはお茶とかご飯とかが多いかもな。あんまり買い物は友達と行かないかも。買い物はなんか一人で黙々としたいタイプなので、そんなに友達とは行かないですね。いっぱい喋りたいから向かい合って座ってじっくり時間が取れることをするのが好きです。なのであんまり会えてない友達とかは夜ご飯でしっかりキャッチアップしたいし、コンスタンスに会ってる友達とかだったらお茶とかランチとかサクッとじゃないな、きっとランチしてからお茶っていう2本立てが一番多いかもしれないです。やっぱりさ、このさリップ&チークボームはさ可愛いよね。本当に色が絶妙だし、ツヤ感もしっかり出してくれて、ハイライトいらずだし肌に馴染んで本当に優秀なプロダクトだよね。はい、こんな感じでチークできました。すっごい色じゃない？このヘルシーピンク、この夏の季節とあと昼間にめっちゃおすすめの色なんですけど、自然に血色感出してくれて、でやっぱりこのツヤ感、このハイライトとかしてないんだけど綺麗なツヤ感が出るので本当におすすめです。肌のフレッシュ感も出るし、色も可愛いし、すっごい今ぴったりなアイテムだと思うんだよね。次はリップを塗っていきます。リップ&チークボームの1番レッドカメリアの色を塗っていきます。リップはね、すごい今日迷ったの。ベリーブースト一番濃い色、私がよくつけている色なんですけど、あれにしようかすごい迷ったんだけど、やっぱり昼間だし夏だし朝からまで濃い色よりはちょっとフレッシュ感があるパッと明るい感じの、でもしっかり締めてくれるみたいな色がいいなと思って今日は1番のレッドカメレオンにしました。今日も指で塗ってるんですけど、ブラシで塗ると全然また違う印象になって、本当にこの色がバンって出てくれるので、そうお好みがいいかなと思うんですけど、私はこのちょっと透け感出しながらでも血色感でジューシーみたいな仕上がりを演出したかったので今日は指で塗ります。はい、こんな感じ。本当に可愛いよね。本当に可愛いよね、この色びっくりするわ。本当にめっちゃいい色だな。いや可愛いな、やっぱ可愛いよね。リップ&チークボームなので、このリップの色とチークの色を合わせるのもすっごいおすすめです。それやると一気に統一感というかワントーンメイクになっておしゃれになるので、それもいいし、ちょっとメイクに苦手意識がある人とかはそれやるだけですっごい上級者に見えるので、それもねすごいおすすめです。たらーん、今日のコーディネートはこんな感じです。女友達とランチということでちょっとクールな印象にしたくてこういうコーディネートにしました。古着のシャツに古着のデニムを履いて、短めの丈にサンダルを合わせることで足首を出してフェミニン感出しつつ、オーバーサイズのシャツでちょっとメンズライクな感じにしながらも、バッグは少し大人めのものを選ぶことでこのカジュアルなコーディネートにフォーマル感を少しプラスしています。次の質問が、友達それぞれに合わせてその日のファッションを決めますか？これ聞いてくれる人すごい多かったんだけど、友達に合わせてファッションを変えるっていうよりはデートの時と一緒で TPO をすごい大事にしてて、コーディネート選びはなんでどこにどんなことを誰としに行くかっていうのをすごい一番大事にしてコーディネートは選んでます。ただすごいおしゃれ好きな人いるじゃないですか。友達の中でもいつもおしゃれだな、いつもすごいかっこいいな、綺麗にしてるなっていう友達いると思うんだけど、そういう人と出かけるときはなんか自分もおしゃれするチャンスだと思って、いい機会だと思ってちょっといつもよりもドレスアップした感じの格好をすることはあります。なんか一緒におしゃれしてる気持ち楽しみたいと思って、それに乗っかる気持ちで普段
とはちょっと違う格好することはあるかな。でも逆にすごいカジュアルな格好をいつもする友達だから今日は会うのがっていうことで自分もカジュアルな格好しなきゃって思うことはあんまりないです。最後の仕上げしていきたいんですけど、このボディミストヌメルアンドゥシャネルでこの肌が出てるところ、今はこの鎖骨のこのデコルテが出てるんだけど、腕まくったりとかもするから、こういう腕とか出てるところとかにシュシュッとしてあげてなじませて、すごいね品がいいツヤ感が出るので、このボディミストはボディケアこの季節なんかベタベタするからすごい嫌だって人多いと思うんですけど、これちゃんと保湿しながらすごいサラッとしたテクスチャーなので、そういう意味でもこの季節すごいいいかなって思いまして、今日私シャツ着てるからそんなに肌出てないんだけど、やっぱりさこう肌の露出も増える時期だから綺麗に見えるようにはしたいんだが、ベタベタしたくない、テカテカしたくないとかっていうのあると思うんだけど、そういう意味ですごいこのボディミストぴったりなアイテムなんじゃないかなと思います。このボディミストだけでもすごいいい感じの香りはしてくれるんですけど、今日は女友達とランチということで結構香りもちゃんとまといたいなと思ったので、最後にこのロールージュ、こっちの方がねフレグランス感が強いアイテムなんですけど、これを まといます。なんかつけるっていうよりはなんかこういう感じでまとって、めっちゃいいよこれ。チャーミングなんだけどセクシーで明るいんだけど芯のある女性像みたいな感じの香りがするの、私の中で。だからこれは本当にまとうたびにこう気持ちが上がる香りです。みんなにもねぜひ香ってもらいたい。これ次の質問、ずっと仲良かった友達となんか違うかもと思うタイミングありますか？大好きです。あるよね、やっぱりこういうことは。この友達とちょっと違和感を感じたんだけどどうしたらいいですかっていう質問結構たくさん来ていて、で大人になるにつれてさみんな成長していくじゃないですか。でその成長するペースも人それぞれだし、成長していく方向も人それぞれで、やっぱり人生の中で経験していくことによって学んでいくことって変わってくるから、それによってこうタイミングがずれてきちゃうことってやっぱりあると思ってて、またこれがいろんな経験していくにつれてこうまた交わっていくタイミングもあると思うし、将来的にどうなるかはまだわからないんだけれども、でもやっぱりそれは無理せずに自分が心地いいと感じる選択をするのがすごく大事なんじゃないかなと思っていて、でも相手になんか嫌なところがあるたびにバサバサもう嫌だって切っていくのとはちょっと違って、やっぱり人間だからさ失敗もするし間違いも犯すじゃないですか。それは自分もそうだし、でそれをこう許す心ってすごく大事だと思っていて、全員がセカンドチャンスあるべきだと思うし、こう許すっていう行為がなかったらもうみんな頑張ることもなくなっちゃうからさ、一回失敗したら終わりだから、そのタイミング見極めるタイミングってすごい難しいと思う。ケースバイケースだし、だけどこの尊敬できる部分とちょっと違うなっていうこの違和感のバランスが崩れた時が判断する時なんじゃないかなと私は思っていて、こっちの違和感が勝ってきちゃったなっていう時に自分が心地いいと思えるような決断するのがすごくいいんじゃないかなって思います。で、私はすごく大事な人だったらちゃんと伝える、なんかさっといなくなったりとかはせずに、こういう風に思ってるんだけどどう思うって相手の意見も聞きたいし、自分がこう思ってたけど実は相手はこういう風に思ってたとか、裏ではこういうことが起きてたからこういう行動をとってたとかっていうことがあると思うから、そこは必ずフェアにちゃんと理解した上で話し合った上でその決断はしたいなっていう風に思うかな。はい、ということで Getting Ready with Me 友達とランチ編、これで以上となります。またすごい長いビデオになっちゃってるなと思ってるんですけど、でもまたこういう Q&A のビデオもやりたいなと思ってるし、Getting Ready with Me の違うバージョンもやりたいなと思っているので、もしリクエストとかあったら、あと質問とかあったらぜひコメントの欄にコメントをお願いします。
それでは次のビデオまで。またね。